こんにちは、トバログです。今回もですね、前回のガジェット編に引き続きベストバイ2024暮らしの道具編をやっていこうと思います。2024年はね、結構オーストラリアにもともといて、でそこから日本に帰ってきたタイミングだったので、割とね生活雑貨とか暮らしをちょっと豊かにする系の小物とかそういうのをね割と買っていた印象があります。という感じで今回ね動画撮っていくんですけども、気になったものがあれば概要欄から飛んでいって見てもらえると嬉しいです。そして皆さんの買ってよかった暮らしの道具ベストバイもね、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。来年の参考にしたいと思います。というわけで早速いってみましょう。というわけで早速紹介していくんですけども、じゃんと第10位はこちらですね。ちょっと俯瞰で撮影するのは無理がありそうなんですけど、モンベルのクーラーバッグ、これはねかなり買ってよかったなと思います。結構こういうタイプのクーラーバッグって割と迷うんですけど、モンベルのものは結構これ、ソフトタイプなので軽量なんですね。それでいて容量がね大きいっていうところがかなりいいなと思ってます。で普段クーラーバッグなんて何に使うのって思われると思うんですけど、実はね、結構買い物を車でこうねちょっと大きめなロピアに行ったりとか、あとコストコとかね、そういう大きいところで結構まとめ買いをするんですよ。その時に割とねステーキ肉とか焼くのが好きなので、肉を結構塊で買ったりしていて、肉とかサーモンとかそういう大きいものってなんかねこう車で1時間かけて移動とかだと、特に夏場だと持ち運ぶの結構心配になっちゃうんですよね。でそれでちょっとご飯食べたいとかになったらさらに2時間ぐらい車の中で置きっぱなしになったりするから、そういう時にできるだけ保冷しておきたいっていう用途で、主に冷蔵冷凍物の買い物バッグなんですけど、これを愛用しています。結構こういう買い物で使いたいクーラーバッグって探すの難しくて、ハードタイプだと大きすぎるし結構重かったりするんですけど、あんまりねソフトすぎると保冷効果が結構弱かったりするんですよね。その辺が割とこのモンベルのやつはすごいいい塩梅というか、結構冷凍物でなければ夏場にね午前中買い物に行って、午後夕方暗くなってからね家に帰ってくるとかでもしっかりね中が冷たい状態で保ってくれていたので、その辺がすごく買ってよかったかなと思います。意外とこういうタイプって結構高いんですけど、モンベルは比較的機能性の割にはね安価ですごい好きなブランドで、これも確か1万5,000円とかだったかな。ちょっと高めではあるんですけど、その分ねいろいろなことに使えて、しかもこの防水性能もしっかりしているというところでこちらを選んでいます。これが第10位ですね。続いて第9位なんですけども、第9位はじゃんとこちらですね。ヘイのウォールクロック。これは本当に実用性がモリモリっていうわけではないんですけど、部屋にねすごく馴染んでくれるこのなんか絶妙なバランスの雰囲気がすごく好きで、プロダクトデザイナーのね、ジャスパー・モリソンさんがデザインを手掛けているらしいです。ジャスパー・モリソンさんって結構ね、無印良品の時計だったりスツールとか、あとはスイスのヴィトラーのね椅子もデザインしていたり、結構シンプルで普遍的なねデザインをされている印象があります。深澤直人さんともスーパーノーマルっていうこういうねプロジェクトを立ち上げていたみたいなんですけど、結構この本もね普遍的なデザインのものをね結構ピックアップされて、こうやってね紹介されてるんですけど、この人がねジャスパー・モリソンさんっていう感じですね。でこの時計を置いてるのは実はこの部屋ではなくてリビングなんですけど、リビングはねこの部屋とちょっと違って白っていうよりかは、割とねナチュラルな木目調のものだったり、白い壁なんですけどちょっと黄色い小物が置いてたりして、微妙にこう置き時計どういう風なものを買うかっていうのを迷ってたんですよね。でその中でいろいろな家具屋さんに行ったり、時計のね、サイトを探してたりして、これがねちょうど自分の部屋にマッチするかもと思って実物を見に行ったらすごく良かったっていう感じです。具体的にどういうところが良かったのかっていうと、これ、カラーとしてはちょっとねホワイト寄りなんですけど、完全な真っ白じゃなくてちょっとくすんだスモーキーなホワイトなんですよね。ライトグレーまではいかないけど、ちょっとホワイトとも違うみたいな、そういうところが真っ白すぎるね賃貸の壁に合わせても結構こうちょっとね映える感じもあるし、かつ柔らかすぎずにこのね文字のフォントとかも結構ちゃんとしっかりしているので存在感も割とあるんですよね。それでいてこの秒針が赤いところとかが本当になんかこう主張しすぎずに壁に馴染んでくれる、でもなんかアイコニックっていうところがすごくいいなと思っています。これの他にもねいくつかブルーとか、
グリーンとかちょっとヘイみたいなヘイらしさを感じるような柔らかいカラーリングのデザインのものもあるんですけど、自分的にはそこまで時計に主張を求めないので、このホワイト寄りのものでさりげなく壁を飾ってくれるこちらがいいかなと思ってこれにしています。結構こういうやつって単体で見るとすごいいいなって思っても部屋に合わなかったり、部屋に馴染みすぎてもなんかインパクトがなかったりで結構難しいんですけど、この時計はねすごくちょうどいいバランスで、部屋に置いてくれています。はい、続いて買ってよかったもの第8位はじゃんとこちらですね。めちゃちっちゃいちょっと養老、こちらは前にも紹介したんですけども、無印良品のこれ真空断熱のマグカップですね。これがやっぱデスクワークにはめちゃくちゃ良くて、サイズ感もちょうどいいし、このサラサラとした質感もこの飲み口の薄さもすごくちょうどよくて、最近はもう冷たい飲み物はだいたいこれに入れて飲んでいます。こういうタイプっていろいろなメーカーから出てるんですけど、まず一番いいのが容量がちょうどいいというところですね。確か 400ml ぐらい入るので、氷をいっぱい入れた状態で割とねたっぷり飲み物も入るっていうところが嬉しいなと思っています。でかつ、今はね冬なんですけど、真夏とかだとやっぱこういうね冷たい飲み物、アイスコーヒーとかクラフトコーラ入れると結露がすごくて、ここに溜まってくんですよね。水たまりができちゃうんですけど、この真空断熱性のものであれば水たまりができないっていうところと、あと形がマグカップっぽいじゃないですか。なので真空断熱のタンブラーとかだとねちょっとお酒飲んでる感があって、なんとなくこうちょっと雰囲気にマッチしないかなっていうところはあるんですが、これがマグカップ型なのでアイスコーヒーとかクラフトコーラとか入れててもなんとなくこう作業している気持ちで、デスク上で飲めるっていうところが個人的には気に入ってるところですね。あとこの造形的なところもすごく好きですね。なんかこうスレート型じゃなくてちょっと山なりに外にね上に行くにつれて広がっている感じとか、取っ手の部分も結構指をちゃんと入れてね飲める、指が疲れにくいこの広さっていうところだったり、こういうのって金属だと質感とかがねちょっとダサくなりがちではあるんですけど、そこもしっかりこの、いわゆる山崎実業っぽいような感じでサラサラとしたね、塗装が施されているので、この辺がすごく使っていてもなんか真空断熱なんだけど違和感がないっていうところがポイントかなと思います。一応底面にはね無印良品のロゴがあるんですけど、それ以外は本当に無刻印というか何にも刻印がないのでめちゃいいですよねこれが。というところでこちらが第8位です。はい、続いて買ってよかったもの第7位なんですけども、第7位はこれですね。こちらのこの山崎実業の壁掛け収納、これはやっぱねめちゃくちゃ買ってよかったなと思います。これすごいのが、結構違和感ないというか全然主張が激しくないじゃないですか。でこれ金属のサラサラとしたねこういうのでできていて、金属であることでめちゃくちゃ薄いんですよね。こんな風に薄いんだけどある程度耐荷重があったりして、こういう絵とか、こういう小物とかね、こういうね植木鉢みたいなのとかそういうのとかがいろいろここに載せられるっていうところがすごくいいなと思ってます。無印良品にも木目調のねこういうのはあるんですけど、真っ白のやつも若干やっぱ木目が入ってたりしてちょっとね塗装してる感じなんですよね。なんですがこの山崎実業のやつは金属なのでかなりこのミニマル感が強いというか全然主張が激しくないところは嬉しいポイントです。もともとねこの壁には何にもなかったんですけど、これがあることで一気にこうちょっと華やかさが増すというか、置くものもね自分のなんか好きなものとかをこうやってね壁に飾れるようになったのがすごくいいところですね。でしかもこれ釘とかじゃなくて賃貸で取り付けられるんですよ。ちょっとねそれによって取り付けづらさが難しくて結構ねこう斜めになっちゃったりしそうなものなんですけども、一応賃貸でも問題なく取り付けられるピンをねこの3つこうぶっ刺して、前のベストバイとかでもね紹介したと思うんですけど、そういうピンをセットでね取り付けると賃貸でもがっつり固定できるっていうところで、その辺がすごくありがたいですね。これまではね賃貸だとこういうのって難しかったんですけど、見た目もミニマルで賃貸でも壁に取り付けられて、こういう風にね、おしゃれな感じというかこういう風に自分の好きなスタイルで壁を彩ることができるというところで、これはもう第7位とさせてもらいます。
はい、続いて第6位ですね。第6位はちょっとねこんな感じで画角が変わって、ちょっとね後ろで見ないでほしいこの本の山たちがあって、これはね後で本棚を作る予定なんですけど、第6位はこちらのね象印の加湿器。これ結構最近買ったんですけど、めちゃくちゃ良くて使っているので、これがね第6位とさせてください。こういうタイプのやつですね。もう本当にグレイッシュ一色で、このボタン類もね白で統一されている感じがすごくいいなと思って、見た目のデザインはそうなんですけど、機能性とかその辺のバランスがすごくいいと思ってます。まず一番いいところはこれスチーム式っていうところなんですよね。結構加湿器って超音波式とスチーム式で分かれると思うんですけど、スチーム式の方が、これお湯を沸騰させてブワーって蒸気を出す分、清潔って言われているってところが一つあります。でもちろんねこの湿度を上げるこの機能性も蒸気でブワッと部屋中にね散布させてくれるので、かなりなんか部屋の中がしっとりとする感じがあるんですね。前も話したんですけど、超音波式だとこうやってねブワーって出た後に、下に沈んでいって、顔の周りにねすごく冷たい空気がふわって当たるのが嫌だったんですけど、蒸気なのでそれがねほとんどないというか全くないところが、気に入ってるポイントです。でどういう構造なのかっていうと、これこのままね持ち上げても持ち上がんなくて、ここがロックかかってるんで、これを上に上げながらやると本当にこれまんま電気ポットの構造なんですよね。容量はいくつかあるんですが、僕が今使ってるのが4リットルタイプのもので、4リットルぐらいあると家族で寝ている寝室も、一晩中だいたい8時間ぐらいね連続運転してくれるところが、すごく使いやすいです。かつこうやって倒してしまっても、こぼれるのを防止する機能がついてたり、あと地味に嬉しいのが、ここって蒸気タイプだからだとすごく熱くなりがちなんですが、そんなに熱くならずにね65度ぐらいまで冷ましてから蒸気にしてくれるみたいなので、子供がちょっと触っちゃっても、すごく熱すぎないっていうところも嬉しいかなと思います。でかつやっぱりねこの見た目がすごくいいなと思ってて、こういうのって結構デザインがガチガチにザ家電みたいなものが多い中で、象印のこの加湿器は見た目が本当にスタイリッシュっていうところが嬉しいですね。このグレーの他に真っ白いタイプもあったんですけど、真っ白よりはこういうね白い部屋に置いてもグレーの方が馴染むかなっていうところで、今回はグレーを選んでいます。こちらが第6位ですね。はい、続いて暮らしの道具ベストバイ第5位なんですけども、第5位はこちらですね。長谷川のめちゃくちゃ軽くていい感じのデザインの脚立ルカーノ。こちらがねやっぱなんだかんだ使ってるし、買ってよかったなって見るたびに思います。ちょっと上から頑張ってねお見せするんですけども、これはこんな感じの金属でできた、だけどすごく家具っぽいようなね風合いの脚立なんですね。2段のタイプを僕は購入していて、他にもね1段のタイプとあと3段のタイプがあるんですけども、この脚立いいところやっぱ見た目ですよね。結構脚立って割とやっぱ想像するものだと本当緑色のパーツとかアルミでのギラギラした感じとか、そういうイメージが強いと思うんですけど、これに関しては結構ね室内で使うっていう目的なので、結構どっちかっていうと家具っぽいような雰囲気になっているかなと思います。なのでこうやってね部屋の中に置いておいても全然違和感のないデザインみたいなところがすごくいいですね。そういう感じなので、結構ね来客が来た時にこんな感じで、スツール的にね使ってもらうのもいいし、あと僕の場合だと結構ねこんな感じで作業をしてる時になんかこうやってね足を乗っけてオットマンみたいな感じにしていることが多いですね、普段は。でもちろんね高さのあるところにこうやって登ってこのままねなんか物を撮ったりとか、あとカメラでね俯瞰撮影をする時とかもこんな感じでこの状態でカメラを下に向けて持って、ですごい高いところからこんな感じでちょっとね見切れちゃってるんですけど、写真が撮れるっていうところがすごくね便利で使っています。かつすごくいいのがこのルカーノっていう名前の通りなのかもしれないんですけど、軽いっていうところですね。脚立って割と重たいものが多いんですけど、これとかだと3キロぐらいなので、こんな感じで本当に片手で気軽にね持てるんですよね。こんな感じですごくないですかこれ。
でかつこういう脚立ってここをねちゃんと手でこうグイってやんないとダメなんですけど、ここの場合なんかこの棒みたいなのがついていて、これをこうやって握るだけで片手でねこう折りたたむことができるんですよね。片手で折りたたんで、例えばこういうところにこんな感じでね立てかけておくこともできるから、こういうなんか使いやすさみたいなのがすごくベストバイたるゆえんかなと思います。見た目も可愛くて軽くて、これでどこにでも持っていけるみたいな、そこがねすごくいいポイントですね。というわけでこれが第5位となっています。はい、続いて第4位はこちらですね。これスイッチボットの指紋センサーがついているナンバーパッド、これで鍵をね開け閉めできるっていう、こちらが本当に買ってよかったです。何がいいって普段ね鍵を持ち歩くの忘れちゃって出たらこれ開けっぱなしじゃないですか。なんですけどこれねタッチするとこんな風にウィーンとなって、このまま開けることができて、さらにこれ自動で認識して勝手にオートロックにしてくれるんですよね。これはやっぱね前から使ってはいるんですけども、本当になんか改めてこの家に来て導入してみてすごく良かったなと思います。これねロック解除するときはポチって押すだけでいいし、外側からもこれでねこうボタンを押して入力する、そして鍵がない時でも指紋ですぐにロック解除できるっていうのが最高です。このロックがあることで防犯性っていうよりかはやっぱ鍵とかをね忘れて外に出たりとか、あと閉めてくるのどうしたっけみたいな、そういうのがね全くなくなるところがすごくいいなと思っています。なんかね雨の日とかだと指紋がね使えなかったりするので、そこはナンバーパッドで入力する形なんですけど、一応ねそういう風にいろいろな手段で開け閉めできる。なんならこう NFC みたいなのに入ってるこのカードをタッチすると開けるとか、そういうのもできるので、子供がなんかどこか小学校に行っていて家に一人で帰ってこなければならないとかでも割と使いやすい気はしますね。ちなみに小さい子供の指だと指紋認証センサーはできなかったので、その辺のねカードとかで対応する形になるかなと思います。これはなんかすごい地味なんだけど、うわ買ってよかったな、これなかったら結構めんどくさかったなっていうのがあるので、これはね第4位としています。はい、続いて買ってよかったもの第3位はこちらですね。ネスプレッソドルチェグストバーチオのこのオレンジと白の限定カラー、これはマジで買ってよかったです。やっぱねカプセル式のコーヒーメーカーってほんと10年以上愛用しているんですけども、微妙にね味がちょっといまいちだったなとか、容量が少ないなみたいなところとかねちょっとずつあったんですよ、不満点としては。で結構ねドリップでも入れてるんですけど、昼過ぎとかはねやっぱこういうのでアイスコーヒー飲むのがいいなとかで結構カプセルマシン愛用してるんですが、このバーチオンに関しては今のところなんか完璧というかすごく使い勝手がいいですね。これめちゃくちゃいいのが結構こんな感じでここにしまってるんですが、割とカプセルの種類が多いんですよね。なんかこんな感じでコールドブリューができるこういうね大きめのこれ 355mm のタイプのコールドブリューだったりとか、あとはこれミルクと一緒に入れて使うとすんごいふわふわなフォームミルクができるこういうねカフェラテ的なやつかな、カプチーノ的なやつとか、あとはこれはすごいベーシックなものなんですけど 230ml そのままマグサイズが抽出できる朝飲むコーヒーだったり、これデカフェなんですけど 40ml のエスプレッソサイズで、本当に夜ねご飯食べた後にちょっとアイスとなんかコーヒー飲みたい、だけどなんかカフェイン入ってんのやだなみたいな時に使ってるデカフェのエスプレッソですね。こういうのとかいろんなねありとあらゆる種類のカプセルが使えるんですよね。種類もね常時30種類以上あるみたいで、容量というかサイズもこのねカラフェっていう 535ml 抽出できるタイプから一番小さいのだとさっきの 40ml まで結構幅広く種類があって、でアイスもホットも飲めて、それが本当にこのバーチをワンタッチでできるっていうところが最強ですね。味もそこそこ美味しいし、コンビニコーヒーぐらいはねちゃんと味も出してくれるので、アイスコーヒーとかも結構酸味系なんですよ。それがやっぱすごい強いなと思っていて、これはね本体が2万円ぐらいで、あとカプセルがね1個あたり100円から150円ぐらいとかそのぐらいの価
価格帯なんですけど、高いながらも家ですぐにそれが飲めるというのは良くて、これがね、本当に買ってよかったなと思ってます。なんかこのレトロ家電感はあるんだけど、中身の機能性は最新っていうところがやっぱたまんないですね。ちなみに世界中の色の基準を決めるパントン社とコラボレーションをしているので、こんな感じでパントンのねカラーチャートのマークみたいなのも入っています。かわいい。これ割と我が家だとこういう家電コーナーは白系で揃えてるんですけど、その中でもちょっとしたね映える色が1個あると可愛いなっていうところで、こちらは本当に買ってよかったもの第3位としています。はい、続いて買ってよかったもの第2位はじゃん、こちらですね。このおしゃれな感じのこのチェスト、IKEA のアレックス、これはね本当に買ってよかったと思います。実はこの家に引っ越す前からこのねチェストっていろんなピンタレストとかインスタとかそういうのを見てると、おしゃれなクリエイターとかが結構ねスタジオに置いたりデザインスタジオにあったりして、すごく気になってたんですよ。でどのメーカーなんだろうみたいな、どういうブランドがこのなんか見た目スタイリッシュでかつ引き出しも大きそうなものを作ってるんだろうと思って調べてみたら、なんとね IKEA で売られていて、しかも1万円台で買えるっていうところで、これはねもうこの家に引っ越してきたタイミングですぐに買いに行きました。これがあるとちょっと海外のデザインスタジオ感があって個人的には好きなんですけど、結構黒めのねガジェットとか、あとごちゃごちゃしたものとか色がね多すぎるものとかは全部この中にしまっちゃえば、この見た目すごくないですか。これこの真っ白な何もノイズのない引き出しの中にしまえるっていうところがやっぱいいですね。作りはそれなりなんですけど、今のところ半年以上使ってて全く問題ないなと思ってて、何を入れてるかっていうと、じゃんとこういうやつをごちゃっと入れてます。結構過去のレビューで使ったこういう三脚とか一脚みたいな自撮り棒とかそういうのとか、このカメラ系のやつはね結構このごちゃっとしがちなので、もうまとめてねこの中に隠して収納しているっていう感じですね。こういう黒い系のもの、ここもねめっちゃごちゃっとしてるんですけど、こういうやつとか、あとマイクとかそういうのとかはこの中にね入れていたり、あとはここはね宝箱なんですけど、昔愛用していたこういうゲーム機とかそういうやつとかをねこの中に眠らせている。そして時々引っ張り出してはそのままね遊んでみるっていうスタイルでやっています。この中は結構ね僕の中ですごく大切なものですね。こういうやつとかも割とこの1段あたりのマチが結構あるので、しっかりとね収まってくれるんですよね。こうやって見ると分かるんですけど、上の3段が結構ねマチが薄くて、下の3段がマチというか深さが深いっていう感じです。でその浅めの方でもこういう風にいろいろなものが入るから割とこれがいいですね。で過去のレビューとかを見ると、これ下の方がたわんでくるっていうレビュー見たんですけど、なんか一応そこから改善されているのか、真ん中にこういう金属のレールが走ってるんですよ。なのでこれがあることによってね、多少重みがあるものを乗せてもたわまないっていうところも割となんか進化していて使いやすいなっていう感じがします。こんな感じで普段表に出していないガジェットとかを収納しているんですけど、さらにその上はねなんか物を置けるようになっているので、今だと、揺れがねちょっと気になるんですけど 3D プリンターを載せていたりとか、あとルーターとかねちょっとしたものを載せるようにしています。でさらにこれって動くので、撮影の時にちょっとねここに一時避難したいキーボードとかそういうのを置いたりしてもいいなと思ってるし、このキャスターのおかげでフレキシブルにいろいろなところに置けるっていうところもいいですね。何よりあらゆる細かいガジェットたちが部屋の中で、こんないかにもなんかちょっとシンプルでもうデザインスタジオっぽい感じですよみたいな佇まいでね、がっつりゲームボーイとか入るっていうのがめちゃくちゃ好きです。価格も安いし見た目もいいし収納力もあるので、これはねやっぱすごく買ってよかったなと思ってます。これはなんかやっと探し求めていたチェストが実は IKEA にあったっていうところで、これは第2位とさせてもらってます。はい、続いては第1位の発表ですね。第1位はダラララララティン。はい、めっちゃ地味かもしれないんですけども、このリングの
監視カメラはめちゃくちゃこれ良かったですね。本当に今年これ買ってよかったなって思いながら毎日ね家を出て家をこう入ってくるタイミングで思うんですけども、このリングのこのね LED がついているタイプのこの外用の監視カメラがめちゃくちゃいいです。リングね買ってよかったこのベストバイたるゆえんはねいろいろあるんですけども、一番はやっぱ防犯性ですかね。今家族3人娘もね小さいところで戸建てに住んでいるんですけども、やっぱ戸建てってマンションと比べるとちょっとねその辺の防犯リスクというかその辺ちょっと怖さがあるんですよね。例えば最近も闇バイトとか強盗みたいなのとか、割とニュース起きてるじゃないですか。でかつねこういう監視カメラがあるかどうかとかもチェックするようなねバイトがスキマバイトとかでも募集されてたりとかのニュースとかを見ると、やっぱこういうのは本当に必須だなって思いますね。僕の場合これベランダと玄関とあと家の裏手側の3台設置しているんですけども、それぞれね人とか何かが近づいてきたりするとちゃんとスマートフォンにリアルタイムで通知してくれるんですよね。普段ね今家のねバルコニーあたりに置いてるものをここに持ってきてるんですけど、これどういう風に通知がいくかっていうと、こうやって僕がこんな感じでやるとその瞬間にこれ通知で来るんですよね。インターネットを経由してここにねちゃんと通知が来て、誰か来たってなったらこれをこう開くとこんな感じですごくないですか。これもうこことここがつながってるんじゃなくてクラウドをね経由してここまでねリアルタイムで動きを見てくれるっていうところがやっぱりすごく安心感あります。でかつここにマイクボタンとかがあるんですが、これをこうやって押すとこんな感じで話してくれるっていうちょっとハウリングが起きてしまって音がね変になるのでちょっとやめておくんですけど、こんな感じで、家の前にね玄関に誰かが来たらそこの玄関に置いといてくださいとか、一応ねインターホン的な形でこれをね接続して使うことができるんですね。でこれに関しては有料サブスクとかに加入しているとこんな感じで180日間分のねこの録画データを保存しておいてくれるんですよね。月額1台あたりが確か300、400円ぐらいで、全てのねこの家に設置しているカメラ全部の録画をするのであれば確か1200円とかだったと思うんですけど、その金額月額、年間にして1万5000円ぐらいでしっかりね家をこうやって監視してカバーしてくれるっていうところがめちゃくちゃいいですよね。ちょっとモザイクはかけさせてもらうんですけど、こんな感じで夜中に何かがこう起きた時もこんな感じでリアルタイムで保存しておいてくれるし、あと誰か家に来たな、ガスの点検かとかポスティング業者だなとか、そういうのもね全部ここで見ることができるので、その辺がすごく嬉しいですね。でちょうどね昨日怪しい動きをしている人を見つけてしまって、なんかずっとこう自分の郵便受け入れをガサガサしてるおじさんがいたんですよね。これめちゃくちゃ怖い、やばい、話しかけようかなと思って見てたんですが、ちょっと前のねログとかを見ていくと、うちちょっとチラシ入れるの禁止っていう風にしてるんですけど、そのチラシ入れないでっていうのを見るの忘れてこうねポスティングしちゃって、やべえってなって、このポスティングした紙をこう頑張って取ろうとしているおじさんを見かけて、これ今回そういうのだったから全然良かったけど、これちょっと怪しい訪問販売とかなんか押し売りみたいなそういうのとかだったら怖かったなとか思って、そういうのもね実際にこれで分かるので、その辺がすごく安心感ありますね。でもちろんね赤外線センサーがついているので、人間の目では全く見えないこんな暗い場所でもしっかりとね、こうやって映像を残してくれます。でかつこれめちゃくちゃいいなと思うのが、こんな感じで人が入ってきたらしっかりとねこうやって明るく照らしてくれるので、例えばね最近暗くなるの早いんですけど、夜ね家に帰ってきた時に玄関とか庭の近くに近づいていくとこんな感じで光ってくれるから、照明代わりにもなるっていうところも嬉しいです。なんかねポーチをずっとつけっぱなしにしておかなくてもポーチのねこう電気代わりになるっていうのは最高ですね。これがぶっちゃけ一番買ってよかった理由の一つかもしれません。もちろんこの中にね赤外線センサーが仕込んであるので、真っ暗い場所でもちゃんとね人の顔は認識できるんですけど、人側から見た時にパッて急に照らされるとやっぱちょっと怪しいことしてたらうわーってなるじゃないですか。そういう防犯効果もありつつ、自分でね家に帰ってきた時に玄関周りをこう自動的に照らしてくれるっていうのはめちゃくちゃ楽ちんですね。でこのリングはね基本的にこんな感じで専用のねバッテリーを
使うタイプなんですけども、これ結構すごいのがこっちにね USB ポートがあって、そこからなんとねソーラーパネルから給電ができるんですね。これが正直めちゃくちゃやっぱスマートフォームとしては便利ですね。やっぱこういうのってなんか監視カメラとかいちいちバッテリー充電するのとかめんどくさいじゃないですか。かといって外にね必ずコンセントがあるわけでもないんで、悩みどころなんですけど、日陰でもね本当に半年間1回もこう手で充電せずに今のところも満充電されている形なので、この組み合わせで買うのがね本当におすすめですね。こういうね防犯的なところもありつつ、普通にスマートフォーム家電としてすごく便利だし、かつね月額料金がかかるプランもあるんですけど、それにしてもめちゃくちゃ安いっていうところで、これは今年すごく買ってよかったなと思っています。というわけで2024年のベストバイ第1位はリングのスマートフォーム監視カメラでした。はい、というわけで皆さんなんか気になったものはありましたでしょうか。今回はねこんな感じで、今年の動画締めくくろうと思っているんですけども、ぜひね皆さんの買ってよかったベストバイのものもあればぜひ教えてください。あとこの動画の他にもガジェットのねベストバイというのもすでに動画にしているので、そちらもぜひ合わせて見ていただけると嬉しいです。はい、2024年もトバログをご視聴いただきありがとうございました。というわけで2025年もよろしくお願いします。さようなら。